2013年5月6日、アメリカ・オハイオ州クリーブランド。この地で世界中を震撼させる監禁事件が発覚するんです。クリーブランドに住む男性、チャールズ・ラムジーが自宅周辺を散歩していた時でした。突如、女性の助けてという叫び声を耳にしました。ただごとではないと思ったチャールズ。声のする方へ向かうと、そこにはチャールズの知り合いの男性の自宅が、そしてそこから確かに助けを求める女性の声が聞こえるんです。チャールズはすぐさま家のドアを蹴り破り、中を確認します。するとそこには幼い少女を抱え憔悴しきった女性が。さらに驚くべきことに、家の中には他にも2人の女性合わせて4人がその家に閉じ込められていたんです。チャールズは彼女たちを救出した後、警察にすぐさま通報。そして彼女たちに事情聴取した警察はさらに驚愕することになるんです。なんと彼女らは10年間もの間監禁されていたというんです。3人の若い女性が犠牲となったクリーブランド監禁事件。なぜ彼女たちは10年もの間逃げ出すことができなかったのか。そこには犯人の巧妙すぎる心理操作があったんです。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。はい、どうもおすらです。このクリーブランド事件なんですが、10年にもわたって監禁ができたっていうのには犯人の巧みな心理操作があったんですが、その前にそもそもこの被害女性たちがなぜ監禁されるに至ったのか、その経緯をご紹介していきたいと思います。監禁生活の始まり。監禁事件が判明した2013年から遡ることおよそ10年。2002年8月23日、当時21歳のミシェル・ナイトは外出中に道に迷ってしまうんです。そこでミシェルは走っている車に手を振り、運転手の男性に道を尋ねました。するとその男性はミシェルを家まで送ってくれるというんです。ミシェルはなぜか男を疑うことなく彼の車に乗り込みます。しかしその男こそ監禁事件の犯人、アリエル・カストロだったんです。アリエルは言葉巧みにミシェルを自宅に誘います。男が飼っている子犬をミシェルに譲るというんです。どうしてかアリエルに気を許していたミシェルは大好きな犬をもらえると聞き、何の疑いもなくアリエルの自宅についていったんです。そしてアリエルに2階に案内されたところで襲われて、そのまま監禁されたんです。このように他の2人も次々と監禁されていったんです。ミシェルの監禁から8ヶ月後の2003年4月21日、当時17歳の少女アマンダ・ベリーはアルバイト先に向かう途中、アリエルに車から声をかけられます。アルバイト先まで送ってくれるという彼に、アマンダもまたなぜか疑うこともなく車に乗り込んだんです。そしてアリエルはそのまま自宅へ連れ込み、アマンダを監禁したんです。そして2人目アマンダの監禁から1年後の2004年4月2日、当時14歳の少女ジーナ・デ・ジーザスが監禁されてしまうんです。アリエルはジーナに帰宅途中の自分の娘がいなくなったので探すのを手伝ってほしいと頼み込みます。そしてジーナもこの誘いを何にも疑うこともなくアリエルの車に乗り込み、自宅へ監禁されたんです。いやいや、もうおかしいですよ。そもそもこの2人なんでこのホイ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 ついてくるんですかこれ。そこにはある共通の理由があったんです。それがアリエルは3人の少女と知り合いだったということ。そう、1人目のミシェルの父親はアリエルと実際の友人関係、そしてアマンダとジーナの場合は彼女たちの友人の父親、それがアリエルだったんです。そう、アリエルは実際の顔見知りという理由で彼女たちを安心させて車に乗せて自宅へ巧妙に誘導したんです。突如3人を襲った悪夢の監禁生活。言葉では語り尽くせない終わりなき苦しみはまだ始まったばかりだったんです。これはひどいよね。いや、そうなんですよ。実際自分子供だったら、お父さん友達だよって話しかけられたら信じちゃうし、しかも実際に本当に友達だった人にこんな誘われ方したらついてっちゃいますよ。アリエルの自宅に監禁されたこの3人なんですが、なぜ10年もの間逃げ出せなかったのでしょうか。悲惨な監禁生活。監禁された彼女たちはそれぞれ別の場所に閉じ込められ、鎖で繋がれていたんです。それぞれの部屋は 1.8 メートル四方の非常に狭いもので、ドアには小さな穴が開けられ、そこから食事などが与えられていたんです。そして日々精神的身体的な暴力が続きます。食事は1日1回、シャワーは週に1回程度と、まさに奴隷のような生活を強いられていたんです。このように3人で協力すれば逃げるチャンスもつかめたかもしれなかった彼女たちは、アリエルの巧みな心理操作によって自分たちから何もすることができなかったんです。アリエルの行った心理操作、それは3人の扱いを不平等にすること。
アリエルは3人の扱いに差をつけることでお互いに対抗心を抱かせていたんです。彼女たちは普段会うことも話をすることもなかったのですが、部屋越しに聞こえる声を聞き、お互いを意識し合って生活していたんです。とりわけ最初に誘拐されたミシェルは他の2人の女性とあからさまに異なる扱いを受けていたそうで、 BBC のインタビューでも自分だけひどい扱いを受けていたと話すほどだったんです。このことで彼女たちがお互いに親密になり協力することはなかったんです。ある日ミシェルたちはアリエルに地下室に連れて行かれます。そしてその後地上の部屋からアリエルではない人の雰囲気が感じられたんです。なんと彼は自分の兄弟や子供たちを家に呼んだんです。ここで大声を上げれば見つけてくれるかもしれません。しかし彼女たちが声を上げることはなかったんです。それほどアリエルに精神的に支配されていた彼女たちは無気力になっていったんです。いやね、もうね、ここからね逃げれねえんじゃねえかなって思うじゃないですか。でもね、チャンスが訪れるんです。監禁生活が始まって数年、被害女性の一人アマンダにある変化が訪れます。たびたびアマンダを探すためにテレビに出演していた母親が2006年4月に亡くなったと報じられたんです。これにアマンダの精神状態はさらに打ちのめされます。しかしその直後、アマンダの体にある変化が訪れます。母の死の直後、アマンダは妊娠したんです。アマンダはこれを母がくれた希望だと思いました。その後アマンダは監禁状態のまま娘ジョセリンを出産。生活は悲惨なままだったんですが、このことでアマンダは一人外に出るという希望を再び持ち始めたんです。希望を持つことはいいけど状況は何一つ変わってないじゃん。子供がね生まれてね、希望をね見出したアマンダだったんですが、果たしてこの監禁生活からどのように抜け出したのでしょうか。監禁生活の終わり。監禁生活から10年、そしてアマンダの子供が生まれてから6年の長い歳月が経った時、アマンダはまだ希望を捨ててはいなかったんです。いつもアリエルが外出する際は自分の部屋のドアノブを回し、鍵をかけ忘れていないか確認し続けていたんです。そしてついにチャンスは訪れます。ある日、アリエルが食事のために外出した時だったんです。ついに部屋の鍵をかけ忘れていたんです。アマンダは迷わずドアを開け、玄関まで階段を降りていきました。しかし外へのドアを開けようとした時、アマンダの中にある疑念が生まれます。これはアリエルの罠で外に出ようとしたところを襲われるのではないか。あまりに長い監禁生活はこれほどまでに脱出することへの恐怖を植え付けていたんです。そんな迷いの中でアマンダの背中を押してくれたのは6歳になる娘の存在だったんです。彼女にこんな思いをさせ続けるわけにはいかない。アマンダは危険を冒し脱出することを決意したんです。しかし玄関は二重扉になっており、1枚は外から鍵がかかっていました。アマンダは扉の隙間から必死に声を振り絞り助けを求めます。ここでアリエルに見つかったら全て終わりです。そしてこの声を聞きつけたのがチャールズだったんです。こうして母になったことでアマンダに芽生えた希望が10年に及ぶ監禁生活を終わらせたんです。いや、そこで諦めてたらこの脱出もなかったわね。その後アリエルも逮捕され、事件は終わりを迎えます。しかし通報をしたチャールズをはじめ、アリエルと日常的に交流していた近隣住民たちは、アリエルがこのような事件を起こしたことが信じられないと語ります。なぜ近所では穏やかな普通の人だったアリエルはこのような犯行に及んだのでしょうか。近所の人がやってるともう私周りの人信じれないんだけど。一見ね問題もないね普通の人に見えたアリエルだったんですが、彼のね残虐性は一体どこから来たのか、その生い立ちから探っていきたいと思います。アリエル・カストロの生い立ち。逮捕されたことでアリエルは精神鑑定に回されることになります。逮捕の前年までアリエルは地域のバス運転手として働く普通の男性だったんです。なぜ彼は異常な犯罪に至ったのでしょうか。精神鑑定を進めるにつれてね、彼のね異常な生い立ちが明らかになっていくんです。アリエル・カストロは1960年プエルトリコに生まれました。幼い頃に両親は離婚、母親に引き取られ、異父兄弟も合わせた9人兄弟の3番目として暮らしていたんです。そんな幼い頃のアリエルを歪ませたと思われるのが母親からの身体的暴力だったんです。アリエルの母は悪いことをした罰と言ってベルトや棒で殴るなどの仕打ちをアリエルに振るっていたんです。ひどい罵声も日常的に浴びせられ、精神的にも傷ついていたんです。アリエルはこの地獄から抜け出すため、母が死にますようにと日々祈っていたというんです。幼いアリエルを苦しめていたのはこれだけではないんです。そんな母以上にアリエルにトラウマを与えたのが近所に住む4つ年上の少年だったんです。この年上の少年にもほぼ毎日のように身体的暴行を受けていたんです。それはアリエルが10歳になりアメリカに移住するまで1年間続きました。しかしアリエルはそのことを誰にも言わなかったんです。
このような幼少期を過ごしたことによって次第に少年アリエルの心にほころびが生まれてくるんです。そんなアリエルも20歳を過ぎた頃に結婚し、4人の子供を授かります。過去の辛い出来事を忘れ、このまま平和に過ごしていけると思った矢先、アリエルの中に潜んでいた悪魔が目覚め始めます。それはまず家庭内で現れ始めました。日常的に妻に暴力を振るうようになったんです。その結果、アリエルは2度も DV で逮捕され、妻とは離婚することになったんです。そして鑑定を進めるにつれて衝撃の事実が判明します。なんとアリエルは今回の監禁事件以前に自分の妻を監禁していたんです。離婚した元妻の親族によると、アリエルは一緒でなければ外出させない、誰かが会いに来ても会わせない、箱に閉じ込めて暴行するなどの仕打ちを当時の妻に与えていたんです。自分よりね弱い存在の自由を奪って暴力を加えるという行為をこの監禁事件よりも前に自分の家でもやっていたんです。幼い頃の歪んだ経験を大人になってから他の弱い存在に同じようにぶつけていったのでしょうか。アリエルは逮捕から1週間後、独房で首を吊り自殺してしまいます。自身が幼い頃に受けたような仕打ちを誘拐した女性たちに与えたアリエル。最後まで身勝手に自分の命を終わらせたんです。しかし事件から数年経った今でも彼女たちの傷が癒えることはありません。チャンネル登録と高評価よろしくね。